はい、久保です。今日は、ロジスティックスネットワーク最適化をもっと簡単にというテーマでお話をしようかと思います。で、今日紹介するのはこのメロスゼロっていうシステムなんですけど、これは SCM オプトゼロシリーズの一つで、もともとの、ウェブアプリケーションである SCM オプトっていうのは、入力インターフェースはなくて、デモンストレーション用として開発したものです。で、ウェブアプリだけではなくて、日本のユーザーがよく意思決定に使っている Excel をインターフェースにして、簡単にデータを入力できるようにしたというのが、こちらのゼロシリーズの特色で、ウェブアプリの方でテンプレートとかを自動生成して Excel で入力してもらう、使い慣れた Excel で入力してもらって、それをまたアップロードしてもらって、でさらにまた、別のデータがいるときはそこからテンプレートを生成して、入力を促すと、またアップロードすると、そういうインターフェースで設計されたものです。これによって、今回のそのロジスティックスネットワーク設計みたいな複雑な問題でも割と簡単にデータが入力できるように、後で変更も簡単にできるように、設計されています。で、今日お話しするロジスティックスネットワーク最適化っていうのは、サプライチェーン全体、供給から最終需要地点までのものの流れの、全体を見るものです。全体を。しかも意思決定レベルはストラテジックといって長期レベルで、長期の方が費用の削減が大きいんですね。普通長期と中期ぐらいまででもう8割ぐらい費用が決まってしまうと言われています。で一方、日本だとこのオペレーショナルといって、現場レベルの目線で改善をしてもっと良くしようと思ってるんですけど、これ残りの 20% ぐらいなんで、やはり大きな費用削減には視点を上に上げて、木を見ないで森を見る視点でストラテジックな意思決定が重要になってきます。でそういう意味ではロジスティックスネットワーク最適化というのはあまりなされていなかったものだと思うんですけど、今後は重要になってくると考えられています。で今お話ししたようにロジスティックスネットワーク設計モデルというのはサプライチェーン全体を通したストラテジックな意思決定を行います。例を挙げるとどこから原材料とか部品を調達するのか、サプライヤーはどこかと、サプライヤーセレクションですねをしたり、どの工場のどの生産ラインで生産をするのかを決めたり、いわゆる製品の割り当てですね、工場へのどの地点からどの地点にどのような輸送モードで輸送を行うか、モードの選択ですね、トラックか飛行機か船かとかいうのを決める。でどこに工場もしくは倉庫を新設するか、もしくは移転するか閉鎖するか、そうですね、工場の新設とか閉鎖なんていうのは非常に大きな意思決定なので、こういう大きな変革をするときは山間ではなくてちゃんとしたモデルを作って費用を計算してするというのがおすすめですし、もっと気軽に倉庫なんていうのは、新設とか、移転とか簡単だと思うんですけど、それでもやはり、山間でこの辺がいいんじゃないっていうのを決めてる会社も多いんですけど、そうではなくてちゃんと、費用が非常に大きいものですから、ちゃんとデータを集めて最適化をするというのがこのモデルです。これ概念図なんですけど、工場生産拠点がいくつかあると。でどこから調達するかで中継拠点、複数段階ある場合も当然あります。場合はこう行ってこう行ってこう行くとかね。で配送センターがあって、最後にお客さんで、顧客群と書いてあるのは、お客さん一件一件やると大変なので、集約ということをします。でこういうことしないでそのまま解くと、急に解けなくなったりして、そういうプロジェクトで失敗例っていっぱいあるんですけど、いくらそのクライアントがね一件一件解きたいと言っても、そこはちゃんと説得してお客さんは集約して、同じ程度になるように集約して、こういう費用もちゃんと計算をしてあげて、で全体を最適化するというのが、このモデルです。でここでは簡単のために、1つの主力品目、複数でもいいんですけど3つの工場で作って、倉庫は10個、倉庫の候補地点かなというのが10個ぐらいあって、1000件の顧客に向けて出荷しましょうと。これ10種類って書いてますね。これ嘘ですね。1つの主力品目ってのは嘘で、10種類を考えているという。
ね、一つの主力っていうのはちょっとあんまり現実的ではないので、この製品の方も、多い場合は集約して10ぐらいにするというのがおすすめです。で、一応需要は安定していて、年間の需要量ぐらいを入れて最適化をするというのが普通だと思います。一応シナリオでは、旧製品のために作られたサプライチェーン、ロジスティックスネットワークなので、古いと。で、今と現状から見るとどう見てもいいとは思えないと。どうやって設計したらいいだろうかというのがここでのシナリオです。で、3段階なので、工場があって、倉庫があって、顧客があると。こんだけです。需要はこっち。調達ってありますけど、工場で生産できる製品というのが限られたりします。そういうのを考慮してネットワークを設計しましょうというのが、例題です。で、なぜ最適解が必要なのか。で、世の中の、そのシステムというのは最適解出しますよって宣伝していても、中身は近似解であることが多いです。簡単なルールでやってたり、大体 AI 使ってるっていうのはヒューリスティクスだと思って間違いないと思います。一応大きく分けると、本当に最適解を保証付きで出す解法というのは厳密解法と言います。Exact Solution Method と言います。で、当然難しい問題で、世の中のサプライチェーンの実際問題っていうのはほとんどが難しいクラスに含まれているので、ものすごい時間がかかる可能性があります。だけど、最近のソルバーっていうのは良くなっているので、ちゃんとうまい具合に顧客を集約したり、ネットワークを全部枝を張るんじゃなくてね、組成を考えて作ってあげたりすると、そこそこの時間で解くことができます。特にこのロジスティックスネットワーク設計というのは費用が大きい。で、データは集めづらいんだけど、ちゃんと最適化をすると削減量が大きいし、当然 NP ハードなんですけど、難しいクラスなんですけど、そこそこ解くことができるので、こちらを採用しています。一方、その最適性の保証のないものは、ヒューリスティックスとか近似解法というのと呼ばれています。今言ったように、ネットワーク設計っていうと、例えば1000億円費用がかかってますと。0.1% でも1億円ですから、ちゃんと時間とお金をかけて厳密解放すべきだと思っています。で、なぜヒューリスティックスがまずいのかっていうと、その例として、こういう例を持ってきました。で、これは工場、倉庫、お客さん3つあります。倉庫は2個あります。で、この枝っていうんですけどね、この線、矢印がここからここに輸送しますと、輸送ができますということを表していて、この上に書いてある数字が輸送費用です。ここは工場の隣接倉庫なので0円。ここは4万円とかですかね、4単位かかる。で、工場には、古いので、作れる量に上限があります。ここで考えるのは1品目、1つの製品を需要が5万、10万、5万と。で、費用はこんな風になっていると思ってください。で、ここでは倉庫の固定費用とか、工場のラインの固定費用とかも考えずに、したがって普通の線形最適化で簡単に解けちゃう問題です。いわゆる、輸送問題のちょっと難しいやつ。最小費用流問題になるので、簡単に解けるんですけど、こういうヒューリスティックス、現場のよく使われているルールでやったりすると、あまり良くないよという、よくできた例です。で、考えていきましょう。普通は、お客さんが、営業が行って、お客さんが着いた。で、どの倉庫から持ってくるとっていうと、当然、近い方ですね、輸送費用が安いですから、近い方の倉庫から補充するということをします。で、この場合どうなるかっていうと、顧客1は3と2だから2からですね。顧客2は4と1なので2から。顧客3は5と4なので2から補充することになります。で、その後のこっちの輸送は知らないよって態度なんですね。で、これ実際どうなるかっていうと、こっちからになると、こっちから持ってくる量は最大6万と制限されていたので、残りの、14万はこちらから来ます。ここ高いんですね。したがって合計122億円かかっちゃいます。したがってこちらのその営業の勝手な都合で近い倉庫から持ってくるようにするっていうのは全体を考えてないので、これ実は非常に悪い答えです。こうなってしまいます。で、もう少し、お利口な方法として、チャンネルで考えましょうなんてことをよく経済屋さんは言います。
チャンネルって何かっていうと、工場、倉庫、顧客の、3つ組、ここからここへのそのパスのことですね。それが一番安いものを優先しましょうと。そういうヒューリスティクスを使ったと仮定しましょう。で、顧客 1A の一番、安いパス全部調べると、この03っていうのが一番安いことが簡単に分かります。じゃあこっちから持っていきましょう。顧客3も、05が一番安い。こっちだと6になってこっちが5ですから。で、顧客には一番安いのは、こっちからですね。2と1なので3です。同じように、これで、これ足りないですね。6万で。どうするかっていうと、足りない分はこっちから持っていくんで、また費用がかかってしまって、合計で82億円かかることになります。さっきの122億円よりちょっとマシなんですけど、これも最適ではありません。で、こういう方法を使っていると、ヒューリスティクスを使っていると、もっと変なことが起きます。例えば、倉庫2から顧客さんへの費用というのが、もともと4万円でした。それを2万円に半額に割引してもらいました。で、同じ方法、チャンネルで一番安いところをやりましょうというと、ここも安いので、さっきこっちから来てたんですね。もうこっちのチャンネル使うと、また足んなくなってこっちから持ってきます。ここが高いので、さっきより増えちゃうんですね。で、これはこういう局所的な改善が、ヒューリスティクスを使っていると、全体としての改善にならないという、いい例になっています。で、さらに倉庫2から顧客1、こっちも安くしましょう。2万円をさらに値引きして4分の1の5000円にしましょう。とすると、もっと増えちゃうんですね。で、こういう変なことがあちこちで起きると。で、とても不思議で、改善をして輸送費用を下げたのに、全体としては増えてしまうなんてことは、ヒューリスティクスを使っている限りこういうことが起きます。で、最適解は74億円です。ここで、3つのところに持っていて、足りない部分はこっちから持ってくる。で、ここは6万ちょうどなるように。6万じゃない部分は全部上から持ってくると。これが最適解です。実はこういうのは、ものすごく簡単に求めることができます。それこそ、Excel でも一瞬で求まります。で、より実践的なロジスティックスネットワーク設計、これシステムが抜けてますね。システムを設計する際は、データの入力はもっともっと煩雑になります。で、一応 Excel で何回か、ウェブアプリにデータを渡して帰ってきて、で、それをイテレートすることによって、データ入力がある程度簡単に使い慣れた Excel でできるようになっています。これから説明していきますけど、で最適化の結果は、ウェブアプリで、確認できて、で結果も Excel でダウンロードできて、それを自由に使うことができます。こういう流れです。でどういうデータがいるかというと、まず顧客データがいります。お客さんの位置ですね。あとは、倉庫のデータ、倉庫の候補地点も含めて、今ある倉庫と新しく新設してもいいなと思っている倉庫。難しい場合は、顧客の上に全部、置いてもいいよって、してしまうという乱暴な方法もあるんですけど、一応ちゃんと準備する。で、工場のデータですね。あと製品のデータ。製品は集約しておいてもいいし、そのままでもいいし、一応重量とか容量とか大きさですね。というのは費用に絡んでくるので、ちゃんと入れます。で、顧客と製品をペアにしたのが需要データです。各地点でどれだけ需要があるのか。で、生産データっていうのは、今度は工場と製品のペアに定義されて、その工場でこの製品を作れるかどうか、作るとしたらいくらかかるのかというのが、そういうデータです。で、あとは地点間の輸送データ、ここからここに輸送すると、1単位1重量あたり1キロあたり何円かかるのか。で、こういうのは、道路ネットワークを生成して、この顧客とか倉庫とか工場というのはちゃんと緯度経度地点を与えられているので、自動的に道路を計算して移動時間を計算して、そこから1時間そのトラックが移動するといくら、1キロ移動するといくらっていう、基本原単位っていうのを入れることによって統一的に作ることができるので、この部分は自動生成です。この部分を手で作ったりするとものすごく大変です。で、ソルバーの方で最適ネットワークを出して、で戦略的な意思決定をすると。で、大事なのは、一発解いて
最適解出ました終わりですではなくて、もしこうなったらどうなるだろうというホワットイフ分析とかシナリオ分析っていうのをたくさんするんですね。でそのために、結構高速に解ける必要が、で高速に解いて何回も何回もいろんなシナリオを入れて、例えばこの倉庫を、オープンすることに固定したらどうなるだろう、この工場でこの製品は、作れないように変更したらどうなるだろう、いろんな分析で、もし需要が増えたらどうなるだろうか、そういうのをするためのツールです。で、手順ですね。メロスゼロでは Excel で入れます。で、最初に基本テンプレートをダウンロードすると、そこには顧客シート、倉庫候補地点シート、工場シート、製品シートで、こういう基本データを入れる部分がシートが準備されています。そこに顧客の ID とか、倉庫の候補地点とかを入れていきます。で、ですね。で、これ工場シートの方には工場、メインで入れるのは移動経路だけです。で、製品シートにはそれぞれ製品の、1単位あたり、SKU ですね、ストックキーピングユニット、在庫保管単位あたりの重量と、容積を入れます。重量の方は余配送費用の計算に使います。で、このリューベイ、容量の方は倉庫のキャパシティの計算に使います。で、需要シート。で、これは一旦そのさっきの基本シートをウェブアプリにアップロードしてダウンロードすると、この部分、顧客と製品、でこの部分に数値が入った、数値というかデータが入ったものが来て、この部分を入力するようになっています。生産シートも同様に、工場と製品についてはもう記入されたのが来るので、この部分に、製品の生産の容量ですね、キャパシティを入れるようになっています。これは需要量ですね。それぞれの製品が各顧客で何個売れたかというのを入れるようにしています。で、今顧客数1000なので、普通は300ぐらいがいいと思うんですけど、簡単のために50程度に集約しました。この集約された地点というのがこの赤点になっているところです。で、これが元々の点。だからこれらの点は全て1個の点と見て、ここに全部あるものと仮定して、ネットワーク全体を最適化します。この集約も道路距離、道路の移動時間というのを計算して、クラスタリング手法を使って、それぞれの地点がこれ真ん中になるように集約をしていきます。集約するとこういうデータが返ってきます。先ほどのそれぞれの顧客のリストがこの地点に集約されました。これが集約した顧客です。こっちが集約された需要量です。さっきまでは小さい数字と大きい数字が混ざっていたと思うんですけど、それがそこそこ同じぐらいの数字になるように集約されています。で、これを使ってこれを重要と思って、計算をすると、高速に安定していい答えが出てくるわけですね。で、それぞれの集約された顧客に対しても移動経路が、自動計算されています。で、次にネットワークを作るんですね。で、工場から倉庫から、顧客の間にネットワークを貼るんですけど、一応1トンあたり 1km あたりもしくは1時間あたりの余配送費用を入力して、でネットワークを自動生成します。あと最大距離というのも設定します。倉庫から顧客までは、300キロまでしか行けませんよとか、そうするとこういう、スパースなネットワークになります。工場3つあって、倉庫の候補地点、顧客、青が顧客ですね、倉庫が赤で、こういうのが作れて、それぞれの枝の上には費用が載っています。当然工場から倉庫へは大きいトラックで行くので、1トンあたりの費用が安くなるんですね。で、倉庫から顧客にはちっちゃめのトラックで行くので1トンあたりの費用が高くなって、で、そういうネットワークを入れた後で、最適化をします。これがその余配送シートですね。自動計算されて、それがダウンロードできます。で、これはこの地点、発地から、この着地、これは候補地点、倉庫の候補地点までの距離と時間と、1キロあたりの費用。で、これはプラント DC ですから、工場から倉庫までという種類が入っています。もしその費用が、現実の費用と違うときは、この部分を書き換えて、もう一回アップロードするということが、必要になります。で、一応このシートは非常に大きいものです。
で、ちゃんと設定されているとして次の最適化に行きます。で、設定するのは倉庫の数の増加減ですね。固定費用って結構難しいので、大体倉庫の数はこの範囲ねっていうのを入れる。あとは単一ソースといって、顧客が一つの倉庫に必ず割り振るという制約を付加する場合が現実ではよくあります。その場合、単一ソース条件ありと設定すると、この例でそうですね。一つの倉庫に必ずつながっています。顧客は2つの倉庫から補充されるってことは禁止されます。あとは一応計算時間の上限を入れて最適化をすると、こんなネットワークが出てきます。で、ダウンロードするとこういう費用の内訳ですね。総費用がいくら、輸送費、そのうち工場から倉庫への輸送費用、倉庫から顧客への配送費用で、倉庫の固定費用、倉庫の変動費用ったら通過する量においてかかるハンドリング費用ですね。あと制約を破っている場合があるので、その場合のペナルティ、この場合はゼロです。あと実際に、倉庫の候補地点ですね、どこをオープンすべきか。で、この場合、ここだけクローズして、あとは全部オープンするというのが出ています。で、この部分が追加されて帰ってきているわけです。で、どこからどこにどの製品が移動しているのか。これ工場2から倉庫の候補地点5に製品 D がこれだけ移動しているというのが、一つのファイルに入って返ってきます。で、今ダウンロードしてきた倉庫の候補地点で、この解説イコール1っていうところに色を塗ってもう一回アップロードすると、この倉庫の解説とかクローズですね。クローズの場合0、解説は1、閉鎖の場合は0というのを固定して、この部分だけ固定して最適化が可能になります。これによっていろんなフォワット比分析ができるようになるわけです。これ変数を固定してもう一回、ですね、場所を変えて最適化したのがこの結果です。はい、まとめると、ロジスティックスネットワークの設計問題、最適化問題っていうのは、いわゆる設計デザインの問題ですね、の概要を説明しました。また例題によってヒューリスティックスを使うととても危険なことが起きる。改善をしても全体としては改悪になってしまうということが起きることを例をもって説明しました。で、最後に最適化システムメロスゼロの手順について紹介して、簡単な例題を、解いてみました。以上でネットワーク設計問題の説明を終わりにしたいと思います。ではまた。